今これを聞いているあなた、もしかして片手でスマホの SNS を開いて無意識に画面を上にスワイプしてませんか？やっちゃいますよね。もう本当に無意識の癖というか。そうそう。で、次から次へと流れてくる15秒とか、下手したら5秒くらいで完結する短い動画をずっと見てて、少しでも、これは面白くないなと思ったらもう親指一つで次の動画へ飛べちゃいますからね。そうなんですよ。私たちの時間って今や限界まで小切れにされてて、常に強烈な刺激を求めてる状態じゃないですか？間違いないですね。もうタイムパフォーマンス至上主義の極みみたいな状況です。でもちょっとここで想像してみてほしいんです。もし日々その笑いっていう魔物に人生を捧げてるプロの芸人たちがですよ、はい。たった49秒っていう長すぎず短すぎる極限の枠を与えられたら、はいそこに一体どんな狂気とか計算が生まれると思いますか？いやー、それはまさに息を止めて冷たい水の中に無理やり存随させられるような非常に特殊な環境ですよね。本当にそうですよね。ということで今日私たちが徹底解剖していくのは、テレビ朝日の YouTube チャンネル動画始めてみましたで配信されている毎日賞レースという膨大なデータです。あの企画ですね。非常に興味深いデータが揃っています。はい。特にこの中の名物企画である新速49秒お笑い GP で披露された数々のネタとか、そこから派生する芸人たちの平場のやりとりですね。この49秒という絶妙な時間が本当に信じられないほどの熱量と密度を生み出しているんですよ。なので今回のディープダイブのミッションは、この49秒っていう特殊な時間制限がいかにしてお笑いのフォーマットを過激に進化させているのか、はい。そしてそれが今のコンプライアンスとか SNS 文化に縛られた現代社会に対するいかに爽やかな反逆の鏡になっているのかを紐解くことです。よし、早速この箱を開けてみましょう。とてもスリリングなテーマだと思います。実際のパフォーマンスとか発言を分析していくと、これが単なる尺の短いお笑い番組っていう枠を完全に超えていることがわかるんですよね。もう別次元に行っちゃってると。そうです。ここには現代のエンターテインメントが直面している課題と、それを突破するためのなんというか非常に高度な技術がぎっしり詰まっているんです。まずこの49秒っていう枠組みの異常性について考えたいんですけど、はい。異常ですよね、本当に。私これって例えるなら、フルコースのフランス料理を一口サイズの強烈なエスプレッソに無理やり凝縮するようなものだと思うんですよ。なるほど。エスプレッソの比喩、現象をすごくうまく捉えていると思います。成分が極限まで濃縮されていて、一滴の無駄も許されない。いわば49秒の圧力鍋ですよね。時間がないからこそ芸人たちのボケの数とかツッコミの質が私たちの知ってる漫才から突然変異を起こしているように見えるんです。具体的なデータを見るとその異常な密度がよくわかりますよ。例えば、超爆速ボケ選手権という企画に登場した風数やというコンビなんですが、はい、風水屋さん。彼らはなんと49秒の間に17個ものボケを詰め込んでいるんです。ちょっと待ってください。49秒で17個ですか？それって単純計算で2.8秒に1回ボケてるってことですよね。そういうことになりますね。いやいや、それ人間が処理できるスピード超えてませんか？おっしゃる通りです。彼らは銀行強盗という、とてもシンプルな設定のコントの中で、突然 E.T. キングと叫んだりするんです。何ですかそれ。脈絡がなさすぎる。さらにフランスパン高一といったような、もう文脈から完全に切り離された意味不明なワードを乱無理にするんですよ。うわー、もうカオスですね。そうなんです。さらにタキヨンというコンビも49秒で11個のツッコミを入れ込んでいました。1秒たりとも立ち止まることなく言葉の弾丸を打ち続けるような展開です。それって聞いてるリスナーのあなたは笑う前に今何言ったのって脳が処理しきれずに疲れてしまわないかなって思うんですよ。情報過多で置いてけぼりになるんじゃないかということですね。そうですそうです。正直これってただの数打ち当たる戦法になってませんか？とにかく情報を詰め込んでどれか一つでも引っかかればいいみたいな。いや、ここで非常に興味深いのは、実はそう単純な話ではないということなんです。彼らはただ早口言葉を競っているわけではありません。というと、これ、無駄を削ぎ落とした究極のリズム感の勝負なんですよ。スピードではなく、ビートの勝負です。リザム感ですか？スピードじゃなくて。はい。ここで思い出してほしいのが、冒頭であなたが触れたスマホをスワイプする視聴者の存在なんです。
ああ、TikTok とかを見ている若い世代ですね。彼らは最初の2秒でこの動画をスキップするかどうかを無意識に判断しますよね。風数やの17個のボケはこのスキップさせまいための圧倒的な手数として機能しているんです。なるほど。立ち止まらせるためのフックがいっぱいあると。そうです。そして同時にそれが完全に計算された音楽的なビートに乗っているんです。日本の伝統的なお笑いが作ってきた心地よい間の感覚を極限まで早回しにしている。なんか分かってきました。視聴者を情報の波に乗せて、強制的にグルーヴ感を生み出してるわけですね。まさにそれです。ただ急いでパニックになっているのではなくて、49秒という BPM の速い音楽を奏でているようなものなんです。だから脳が疲れる前に、身体がそのリズムに乗せられてしまうんだ。すごい技術ですね。そして、リズムに乗せるだけじゃなくて、その一発一発の言葉の重さも進化しています。神ツッコミという企画を見ると、それがすごく顕著に現れていますね。神ツッコミですか？どんな例えがあったんですか49秒という短い時間で、観客の脳内に一瞬で状況を映像として浮かび上がらせるために、例えツッコミが異常な進化を遂げているんです。例えば、ジョックロックというコンビなんですが、はいはい。相方が突然ゾンビ化していくというボケに対して、キングヌーの井口ぐらい音域が広い時のゾンビと突っ込むんですよ。ちょっと待って、それすごいです。すごいですよね。井口さんってものすごく綺麗な高音から低い声まで出せるボーカルじゃないですか。その一言だけで、このゾンビ血鳴りみたいな低いうなり声から急に裏声のキンキリ声まで出してるんだなって分かっちゃう。そうなんです。映像と音がセットで一瞬にして脳内にダウンロードされる感覚ですよね。まさにダウンロードって表現がぴったりです。一瞬で解凍される感じ。他にもママタルトというコンビは相方の座り方を映画館で手にポップコーン持ってる時のケツだけで椅子に座る時と表現したり。うわー、それ最高ですね。両手が塞がってて、あんくらいの席座を探りながらお尻からそーっと座るあの絶妙な中腰の姿勢。一発で映像が浮かびますよね。浮かびます。一瞬で脳内再生されました。家族チャーハンというコンビも秀逸で、気難しいお客さんを北大ル老山人に例えたり、逆に賑やかな状況をポケモンセンターに例えたりしているんです。ポケモンセンターってあのカオスな賑わい方がすぐにわかりますね。でもこれってある意味すごく危険な綱渡りじゃないですか？と言いますと。だってその例えの前提となる知識、例えばキングヌーの井口さんとか、ポケモンセンターの空気を観客が知っていることに全振りしてるわけですよね。そこなんです。あなたが今指摘したポイントこそが49秒という制限が生み出したもう一つの突然変異、究極のあるあるにつながっていくんです。究極のあるあるですか？はい。つまり解像度の異常な高さです。49秒では状況説明、お笑いの用語でいう振りに時間を割くことができません。確かに俺コンビニの店員やるからお前お客さんやってみたいな悠長なやり取りをしてる暇はないってことですね。文脈の共有を0秒で行う必要があるんです。じゃあどうするかというと、観客がすでに持っている共通認識に頼るしかない。なるほど。別の言い方をすれば、極めて解像度の高い偏見とか、特定の界隈のステレオタイプを振りの代わりに使うという手法ですね。その解像度の高さがちょっと引くぐらいすごいんですよね。ソースにもいろいろありましたけど、印象的なものが多かったですね。例えばスクールゾーンというコンビが演じる夕方18時の渋谷109のショップ店員のネタ。はいはい、ありましたね。
接客の時の特有の鼻にかかった相槌ってか、特定のブランドの紙袋を見た瞬間の目の動きまで、もう異常なまでにリアルなんですよ。ええ。他にも、達郎さんのライブハウスの前で暗黙のルールを突破しようとするバンギャ、つまりバンドの熱狂的なファンのネタとか、バンギャのリアルな生態ですね。あとは岩田まわりさんの SNS のフォロワーが100人以下のしょうもない飲み会など、本当にピンポイントすぎる人間観察が披露されていました。岩田まわりさんのネタすっごく生々しかったですよね。テキーラを飲むくだりで、サウザ飲めない、クエルボしか飲めないのって叫んだり。で、非常に具体的でした。あと、お前マジで、お前ふざけんなっていう特定のシチュエーションの女友達同士でしか出ないような特有のイントネーション。はい、あのイントネーションだけで背景が見えますよね。そうなんです。ほんの一瞬の仕草や言い回しだけで、その登場人物の交友関係から休日の過ごし方まで全部透けて見えるんです。まさに精密なドキュメンタリーを見ているかのようですよね。別の見立では、美容整形外科の待合室にいるダウンタイム中の港区女子なんていうのもありましたね。術後の晴れが引くまでの期間を過ごす女性のリアルな描写です。はい、非常に解像度が高いです。ただ私ここで一つ疑問があるんですよ。これまるでたった一筆でその人の魂まで描き出すような見事な似顔絵なんですけど、あまりにもニッチすぎませんか？ニッチすぎるというと、美容整形外科の待合室なんて実際に見たことがある人ってかなり限られてるじゃないですか。そんなピンポイントな設定で共感できない多くの視聴者を置き去りにしてしまわないのかなって。それはとっても重要な視点ですね。一見すると多くの人を置き去りにするリスクの高い手法に見えます。ですよね。しかしこれを現代社会の構造というもう少し大きな視点で捉え直すと、実はこれこそが最も拡散力を持ったエンターテインメントの形であることがわかるんです。拡散力ですか？どういうことでしょう？現代はよくタコツボ化した社会と呼ばれていますよね。タコツボ化。つまりみんなが自分の趣味や関心という狭い壺の中に入ってしまって、隣の人と話題が合わない状態のことですね。その通りです。かつてのように国民全員が同じテレビ番組を見て、同じような学校の先生やお母さんのステレオタイプを共有している時代はもう終わりました。確かに今は SNS のアルゴリズムで誰もが自分用にカスタマイズされた情報の中で生きていますもんね。だから100人中100人がなんとなくわかると微笑むようなマイルドなあるあるは、今の時代誰の心にも深くは刺さらないんです。浅く広くではさっきの TikTok みたいにすぐスワイプされてしまうと。そうなんです。それよりも100人中3人だけが、これ完全に私の周りにいるあの人のことだと息ができないほど爆笑するような高解像度の偏見。なるほど。これこそがその3人の熱狂を生み、彼らが SNS で強力にシェアすることで、結果的に爆発的な広がりを見せるんです。万人受けを捨てることで、今の時代の真の共感を獲得しているわけですね。うわー、そういうことか。ニッチであることは弱点じゃなく、このタコツボ化された現代において深く突き刺すための鋭い槍なんですね。まさに鋭い武器です。でもそうやって解像度を上げて特定の界隈とかリアルな人間性をゴリゴリ描こうとすると、必然的にぶつかる壁がありませんか？と言いますと、どの壁のことでしょう？現代の触れてはいけないタブーですよ。テレビ業界の厳格化するコンプライアンスとかポリティカルコレクトネスみたいな、いわゆる表現の縛りです。なるほど、そこですね。ここが一連のパフォーマンスを見ていて一番ヒリヒリした部分だったんですよ。49秒という短い枠の中で芸人たちはこのコンプライアンスの波から逃げるどころか正面からネタにしてるんです。激痛新人種キャラ選手権というコンプラ地獄をテーマにした企画がまさにそれでしたね。はい。世間知らずというコンビのネタ、あれは本当に示唆に富んでました。そうですね。情報番組のコメンテーターを演じていましたね。そうなんです。SNS で炎上することを恐れるあまり、そうですね、良くないことだなって思いましたねみたいに、当たり障りのない中身が完全にゼロのコメントしかしないタレントを描いてて、誰も傷つけないけれど何も言っていないのと同じという現代の不気味さを見事に表現していました。青色1号というトリオのコントも秀逸でしたよね。はい。ネタ番組のプロデューサーがコントで使う葉巻の小道具に対して過剰反応するネタですね。そうそう、妊婦さんに見えたら苦情が来るんじゃないかとか、太いものを加えているのは卑猥だと捉えられるかもしれないって、ありえない飛躍で自主規制してネタをズタズタに潰していく様子。飛躍した被害妄想、滑稽なんですけど、今の現場なら本当にありそうと思わせるリアルさがありました。さらにルッキズムとか性的なタブーへの切り込みも強烈なんですよ。
女性の容姿いじりがご法度とされる現代において、ユニバースというコンビはあえてそれを逆手にとってて、はい。自分たちの容姿を引き合いに出して、私たちは金にならないブスか、と自虐していましたね。さらには自分たちの存在を水戸の区のうんこっていうとんでもなく強烈なパンチラインで表現したんです。島田玉城さんのようなベテランが、おっぱいチョモランマという伝統的なギャグを大爆発させていたのも印象的でした。今野ブルマさんとか多くの女性芸人があえて下ネタやセクハラいじりの構造そのものをネタに昇華させている姿もありましたよね。ねえ、確認できますね。ここで私からちょっと意地悪な疑問をぶつけたいんですけど、はい、何でしょ彼ら彼女らのこういったコンプライアンスを題材にしたネタってうなった見方をすれば昔は何でも言えてよかったのにな、今は窮屈で嫌だっていう単なる愚痴なんじゃないでしょうか。う。なるほど。実はそこが、このディープダイブにおける最大の革新なんですよ。確信ですか？はい。彼らのパフォーマンスを分析すると、これは決して過去を懐かしむだけの愚痴ではありません。これは、極めて高度なルールのハック。つまり、ゲームの攻略法を見つけている状態だと私は分析します。ルールのハック、どういうことですか？お笑いの基本構造は、緊張と緩和です。ピンと張り詰めた空気が一気に緩む瞬間に人は笑ってしまうんですね。よく言われますよね。現代社会において、コンプライアンスやポリコレという見えない壁は、人々にこれを言ったら怒られるんじゃないかという非常に強い緊張感を与え続けていますよね。確かに SNS を見てるだけでも常に誰かが怒られていて息苦しい緊張感がありますよね。芸人たちはその現代社会を覆う巨大な緊張感、つまり過剰なコンプライアンスそのものを笑いを生み出すための巨大な振りとして利用しているんです。振りとして利用する。ただ、タブー視される言葉を叫んで炎上するのではなくて、タブーに怯え、過剰に反応し、中身が空っぽになっていく社会の滑稽さをパッケージ化して鏡のように突きつけているんです。なるほど。見えない壁に文句を言うのではなくて、その壁を使って見事な壁打ちテニスをしているようなものです。このたくなしさ、ルールの裏をかくしなやかさこそが、お笑いという表現の最大の強みなんですよ。いやーすごい。壁を壊すんじゃなくて壁があるからこそ成立する新しいスポーツを発明してしまったわけですね。まさにそういうことです。じゃあ結局これってどういうことと今回のディープダイブの全体像をまとめてみましょうか。はい、お願いします。今日私たちが見てきたのは49秒という息が詰まるような時間の制限やコンプライアンスという厳しい表現の縛りがあるからこそ芸人たちの表現はより鋭く、より解像度高く進化しているという事実です。逆境が進化を生んだわけですね。これって今聞いているあなたの日常にもそのままつながると思いませんか？予算が足りないとか、上司のチェックが厳しすぎるとか、明日の朝までに資料を作らなければいけないとか。日常には制約が溢れていますからね。あなたの周りにある一見すると邪魔でしかないような制約。でも実はその制約やプレッシャーこそがあなたの中に眠っているクリエイティビティを爆発させ、誰も思いつかなかったような解決策を生み出す最大のスパイスになるかもしれないんです。制約こそが創造の母ですね。全く同感です。はい。そして最後にリスナーのあなたに一つだけ別の角度からの問いを投げかけたいと思います。何でしょうか。今、人間の芸人たちは汗をかきながら49秒の極限状態に挑み、時には言葉に詰まったり、想定外の空気に飲まれたりする人間らしい生々しい失敗すらも強引に笑いに変えて熱狂を生み出していますよね。泥臭さがたまらないんですよね。しかし、AI の技術が進化を続けている今、もし将来、AI があなたの脳波や SNS の履歴を完全に読み取り、あなたに絶対に 100% 刺さる、無駄が一切ない完璧な5秒のギャグを無限に生成できるようになったとしたら、究極のタイパですね。笑いの効率化だ。その時私たちが本当にエンターテインメントに求めているのは、その 100% 安全で効率的な笑いなのでしょうか。なるほど。それとも人間だけが持つ不確実な愛や失敗、ルールの隙間を突こうとするたくましさ、そしてその奥に潜む生々しい狂気なのでしょうか。いやー、それはすごく考えさせられますね。AI による完璧な5秒の笑いか、人間の泥臭い49秒の狂気か。
次にスマホで短い動画をスワイプするとき、あの画面の向こう側にある人間の熱量について少しだけ立ち止まって考えてしまうかもしれませんね。きっと見え方が変わってくると思いますよ。いやー、今回も圧倒的な密度のまさに49秒の漫才のような濃密な時間でした。あなたもこの知的な探求を楽しんでいただけましたでしょうか？はい、とても面白かったです。それでは今回のディープダイブはこの辺で、また次回新しい知識と発見の扉を一緒に開きましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。